遅れました。I'm sorry I'm late. But, do you believe in magic? テレメテレ学園英語教師ののびチューブです。I haven't done my intro recently, so I've been forgetting. Hello, this is Nobitope from テレメテレ学園 And today we are trying out this new 雑談thingy. 今日は初めてのビンゴ雑談というものをやっていきたいと思います。おはのぴー、こんのぴー、welcome welcome. So, VTuber さんのね、違うな、雑談配信よく見る人はもしかしたら見たことあるかもしれないんですが、このビンゴ、実はなんだ、名前なんだっけあれ。マゼクラの主催してくれてた白黒さんが作ったビンゴ機能なんです、実は。なんか、これをね、ビンゴにいろいろな、なんか配信中に達成できるようなちっちゃい目標だったり、いろんなものを書いて、配信中に達成したら、配信が終われるという、なんか、プチ耐久雑談形式配信でございます。ちょっとのびの雑談は楽しいんですけど、回によってはちょっとマンネリ化したりとか、なんかちょっと話題がこれであんまり新しい話題できねえな、よく考えたら。なんかもうちょっと新しい話題が思いつくようなマスにしとけばよかったかもしれない。今よく考えるとちょっと反省点、すでに新しい反省点でございますね。ちょっと次やる時用に改善しますわ。そういうことだ。だからのビンゴ雑談やりたいと思ってたのに、目的からちょっと離れちまった。まあ、しょうがねえ。ということで、ちょっとね、こういう、前にも高評価、なんか300人耐久配信とかもやったんですけど、それのなんか軽い延長戦みたいな感じかな。ということで、はい。このビンゴを埋めつつ、楽しくお話できればなと思います。So yes, I'm sorry everything is in Japanese, but if you need me to go over what's written on the bingo, please do let me know. But these are just many goals that we could potentially achieve during the stream. So basically I will keep streaming until we get a bingo. So まずね、ビンゴには絶対毎回あるフリースペースね、埋めましょうね。フリースペース。みんなビンゴとかやったことある？ Hello, party to my favorite sensei Nopi J Tupe. Where'd the J come from? But welcome. The last time I played bingo was at a company event. At a company Christmas party, we played bingo. のぴが最後にビンゴやったのは会社のクリスマスパーティーでビンゴやったわ。なんかよくね、そういうのにビンゴ使われがちかな、アメリカは。日本はどうだろう。I played bingo at school with my grandma. Yeah! やったことある？なんかよくね、そういうパーティーとかでよくビンゴ最初になった人が景品当てるみたいなシステムね。よく選ばれたりするよね。あるね、みんな。忘年会やっぱやるんだ、日本も。景品もらったことある。何もらったことある？のびのね、会社ではね、なんか毎年景品の質が下がってる気がする。なんか売り上げ上がってるはずなのに景品のなんか質が下がってる。なぜか。Like at my company parties, even though we're like making more money every year, the quality of the prizes have been going down every single year. They're cheap as fuck. 学校の授業でやったことある？学校の授業はどういうなんか英語の単語入れたりとかそういうことかな。フッキーローラーもらったけど開封せず別の人にあげました。そういうね、パーティーでもらう景品あるあるだよね。なんか微妙みたいな、なんかなんかいい景品ではあるけど自分にはなみたいなね。I got a sack of rice like to eat
That's great! 学生の頃しか覚えてませんが、ワニのぬいぐるみを取ったことあります。おー、学生のパーティーっぽいね。なんかね、のぴの会社の数年前のクリスマスパーティーの時にその日に辞める人が参加してたのね、パーティーに。よくあなた今日辞めるのに参加したなみたいなって思って、でそれのビンゴかなんか、多分ビンゴだと思うんだけど、ビンゴやってて、でその人は一番最初に当たったので、その日の景品の中で一番高価なものをかっさらってやめてった。いまだに同僚の人たちと一緒に、そういえばあいつさ、あの日やめるくせに一番いいやつ持って帰ったよな、クソがみたいな定期的に話出てくるわ景品当たったことないのびよね。そういうのはめっちゃね、アンラッキーであんまりね、当たったことない。ある意味かっこいい去り方。まあなんかみんなに好かれてる人だったらなんかそんなに言われないと思うんだけど、結構嫌われてるやつあんまり好かれてない人だったから、よりうわ、あいつ最後まで嫌なやつだなっていう感じで終わった。Yeah, we had a Christmas party one year at my company, and a guy that was leaving that day came to the party, and that was already like impressive to begin with, but he got the first bingo and got the most expensive prize of the night and left the company. We still talk about him because we hated him. そういうところだよって、そういうところだぞお前、だから嫌われるんだぞみたいなねYeah, what a Chad move. But we hated him. He gave us more reasons to hate him until the end. But yeah, we're still very salty about that. いやー、今年もきっとやるんだろうな。もっといい景品出してくんねえかな。でもね、あんまりね、のびは基本的になんか全体的に人生を見返したら運はいい方なんだよ。でもこういうなんか景品系のものとかは運悪い。なんかこう人に恵まれてるとか環境に恵まれてるとかっていうことに関してはすごいいいんだけど、こういうなんか景品当たるのにはマジで一度もまともに当たったことない。当たったことあったとしてもなんかこれに当たるの？これに当たるんだったらもうちょっとこの運を取っといて他のに当たるようにしてくれたらよかったなみたいなあ、これ時間が間違ってあれじゃん、位置が間違ってるじゃん。こっちじゃん。今気がついた。Should be over here, not there. ここだ。よいしょ。ということで、お花ピン少し寝坊した。大丈夫ですよ。おはよう。Welcome。主催側やると景品選びに苦労します。なんか経費どれぐらいお金使えるかにもよるよね。でも結構のびはなんか割と一般的な好みをしてる方だと思ってるから、なんか主催になって景品選びできるんだったら結構なんかいい景品選べると思うけどな。自分が欲しいもの選べばみんなも大体欲しいかなと思っちゃう。でもね、ビンゴはそういうなんか会社のパーティーとかどっかのクリスマスパーティーとか以外ではね、めったにやりませんの。カップラーメンセット10個セットとかありかな。まあなんかこう1位2位3位4位5位とかだったらカップラーメンセット10個はまあ10位用じゃないまあカップラーメンのブランドにもよる気がする。例えばさ、日本だったら一蘭のさカップラーメンなかった？あれ10個セットはなんか割とティア高い気がするな。というかなんか
一蘭のカップラーメンめっちゃ気になるんだけど、あれってさ、ちゃんとお店で食べるやつと味似てるのかな。空港行くと売ってる、カップラーメンじゃなくて茹でる、お鍋で作る方かな。あれが売ってるよね。でも割とまあまあいいお値段するんだよね。いや、一蘭前回食べなかった。てか前回ラーメン一回も食べなかったから、ラーメンちょっと食べたいな、一蘭。でも一蘭がなんか意外と毎回どこ行ってもちゃんと並ぶっていうのにね、びっくりした。一蘭って結構昔からあるラーメン屋さんじゃん、日本でも。でもなんか、まあお昼時だからかもしれないけど、でもなんか日本ってラーメン屋さんそこら中にあるじゃん。でもそんなたくさんあるラーメン屋さんの中でも結局みんななんか一番行きたがるのやっぱ一蘭なんだみたいな。すごいなって思った。お花火です。Good morning, welcome, welcome. ねえ、結局食べ物の話に行き着くっていう。Sounds like a good price. I mean, also if you live in like the States where it's hard to get like cup ramen, like good cup ramen, it might be a good price. But if you live in Japan where you could get that anytime you want, I feel like it's not that great. But anyways. 人気のラーメン屋は並んでますね。どうした一蘭は外れがないところも確かにね、こうちゃんとどこの店舗行っても同じ味みたいなね。When I was a child, my brother and I won a pair of binoculars in a raffle, but when it was time to give us a prize, they didn't have a binocular. Oh, that's so sad! That's so sad! I'm sorry. バグった。大丈夫。多分バグったんだろうなと思った。大丈夫でございますよ。食事の話題鉄板ですからね。まあね。なんか、世界中にいろんな食べ物があるからさ、なんか食べ物の話したら、なんかぶっちゃけなんか話の話題見つけるの難しくないよね。のぴ先生何味が好きなんですか？のぴはラーメンはやっぱり豚骨かな。なんかね、のぴラーメン、醤油ラーメンは少なくとも、もう何年も食べてないから今はどうかわかんないけど、今まで過去に食べてた醤油ラーメンを食べるたびに頭がすごい痛くなっちゃうっていうなんか現象が起きてしまうから、もうだからそのせいで多分もう5年10年以上食べてないんじゃないかな、醤油ラーメン。そうで、なんか唯一豚骨ラーメンだけはなんか大丈夫っていうのがあって、だからラーメン食べるって時は豚骨ばっか選んでますね。お花火です。ワカマカン。食べ物の話で最近びっくりしたのが、ゆめちゃんがさ、ツイートいっぱいしてるじゃん。よく食べ物のお話とかしてるじゃん。お料理したりするの好きだから。この前、待って、ちょっと見間違えてなかったか確認し直そう。I'm gonna... So my 後輩、ゆめ、they like to cook a lot and they've been tweeting a lot about their cooking and stuff. And they tweeted about... Let me make sure I didn't like read it wrong. Yeah, they talked about making banh mi. Banh mi? Wow, that's such... I feel like that's a rare dish to choose when you're living in Japan. Banh mi. Banh mi. Banh mi って知らない人に言うと、ベトナムのサンドイッチ、ベトナム料理のサンドイッチなんだけど、そもそも日本でベトナム料理食べるって話あんまり聞かないんだけど、でなんか日本でベトナム料理で一番有名なんてフォーじゃん。でそれでバーミー出ると思わなくてびっくりした。のぴね、実はバーミー食べたことないんだよね。I've never had any banh mi's before. Like whenever I go to a Vietnamese restaurant, I always just end up getting pho because I love pho. Yeah, and also in the banh mi, basically banh mi is like a big sandwich. バンミーに大体入ってるものは、フランスパンに、パテが塗ってあって、でその中に、
肉のスライスとお野菜と、あと一番でかいのはパクチーが入ってるんだよね。でのびまずパテがちょっと苦手だからバンミ食べたことないんだよね。みんな美味しいって言うから気になってはいるんだけど、なんかパテがどうしても苦手だから、それで食べれないのかなって、食べるんだったら誰かと半分こしたいなってずっと思ってはいるんだけど、ちょくちょく聞くようになったんだ。いやでもなんかベトナム料理の話をする日本の人がそもそもなんかレアな中でお家でバンミーを作って食べるっていうゆめちゃん聞いて、すごいって思った。すごい本当にいろんなお料理を作ったりチャレンジするタイプなんだなと思って。でパクチー好きっていうツイートの内容だったじゃん。なんかパクチーがあったらもっと東南アジアっぽい味になるのにって書いてるから、多分パクチー好きなんだよね。すごい。すごいと思って。でも多分パクチー嫌いな人の方が多いでしょ、ここ。でパクチー嫌いな人手挙げて。Raise your hand if you don't like what's パクチー in English? Cilantro 絶対パクチー嫌いな人の方が多いでしょ。で逆にパクチー好きな人手下げてほらめっちゃパクチー嫌いな人多いじゃん。And if you do like cilantro, lower your hand 一人いたよ今んとこ。一人だけいるよ。There's one person that does like cilantro。二人三人。いた。4人。Oh, there's 4 people? Okay, not too bad. 食べたことないんだ。食べたことない人はどうだろうね。なんか薬味とかそういうのは嫌いな人はまず嫌いな気がするな。でものっぴ今薬味嫌いだけどパクチーは状況によってはそんな気にならないな。嫌いじゃないけどあんまり食べない。なるほどね。There's dozens of us. Dozens. I feel like if you are if you like, Asian food like Vietnamese, Thai, and then also like Mexican food, because Mexican use a lot of cilantro. Yeah, 薬味嫌いか。アメリカ行った時に初めて食べましたが平気でした。おお。香辛料とか得意じゃないから苦手。そうだね。ベトナムはいっぱい使うでしょ。あとタイも使うイメージだな。あとなんだ、メキシコ料理にも使うイメージが強い。初見さんおはようございます。登録しました。ありがとうございます。いつの間にか登録者も2人増えてた。いつの間にかありがとうございます。はじめまして、テラベテラ学園英語教師ののぴちるぺと申します。よろしくお願いします。ビンゴのね、協力は嬉しいです。ありがとうございます。3人増えたかもしれない。やったー。で、初見さん1人来てくれた。やったー。わーい。また初見さん来てくれた。嬉しい。やったー。わーい。ありがとうございます。テラマテラ学園英語教師ののぴちるぺです。今ね、パクチーの話してました。ぜひパクチー嫌いか好きか教えてください。今のところはね、いい感じのファイトはしてますけど、嫌い派の方がやっぱちょっと若干多いイメージですね。お花火ワカマカン。だからのぴはね、アメリカではメキシコ料理とかベトナム料理とかにパクチーよく使われるから、なんかいつの間にか食べてたっていう気がするけど、でもさすがにパクチーの刻んだパクチーはいけるんだよ。でもパクチーの葉っぱそのまんまはなんかちょっと葉っぱが嫌だからちょっと無理だけど、刻んであったりしたら全然食べれるかな。刻んであってたら食べれるし、でもメキシコ料理のとか他の料理ののぴがもっと嫌いなのは生の玉ねぎですね。生の玉ねぎ入りがちっていう。なんかパクチー使う料理は生の玉ねぎも入ってるから、なんかみたいな、パクチーはいけるのに生の玉ねぎが無理みたいな。お花火ワカマカン。同じの人多い。パクチーがないフライドチキンはダメ。
パクチーとフライドチキン一緒に食べるの初めて聞いた、その組み合わせ。まあでもパクチーって正直何にでも合うと思うんだよね、好きな人はね。パクチーって確か猫先生がそう昔食べてた。そう、猫ちゃんは同期に猫ちゃんっていう音楽教師の同期がいるんだけど、パクチーが大嫌いで、パクチーをで、あとホラーも大嫌いだから、パクチー食べながらホラーゲームしたらなんか緩和されるだろうみたいな、よくわかんない企画をやってるのがありましたね。ぜひ気になる方、見たことない人は見てみてください。とりあえずカオスでした。猫ちゃんね、たまに突発的になんかよくわかんない配信するからおもろいんだよな。おはようございます。Good morning, welcome, welcome. そうなんです。そうなんです。はい。よくわかんない配信する人好きですよ、のびは。わ、初見です。のぴ先生、おはよう。初見なのにのぴ先生って呼んでくれるってことは、のびのことは知っていたけど、配信に来るのは初めてってことかな？嬉しい。どうやってのびのことを知ってくれたんでしょう？もゆはぴかな？それとも他の VTuber のお友達かな？ぜひよかったら教えてください。気になるぞ。ダメとダメで打ち消し合うんじゃないかってね。まあ確かにマイナスかけるマイナスはプラスになるからね。あれそうだっけ？数学最近しなさすぎてわかんなくなっちゃう。エネルーペテイテいやー、基本的にのびはね、なんか変な頭が、あ、違う、頭おかしい人が好きなんで。猫ちゃんのこと頭おかしいって、いや、いい意味でのおかしいですね。あ、夏目さんちからか。夏目さんちから来てくださる人珍しい。最近久しぶりに気がする。ありがとうございます。お、初見です。はてな。はてなでも受け付けます。ありがとうございます。はじめまして、テラメテラ学園英語教師ののびティルペです。あ、すごい、初見さんがもう5人達成しちゃいそう。嬉しい。やったー。頭おかしい人が好きなんです。やっぱこうのびはこうなんだろう、動画とかなんかエンタメを見るときはこう非現実的なことをしてくれたりとか、なんか普通とちょっと変わったような発想をしてくれる人が好きなんだよね。特に自分が思いつかないとか自分がやらなさそうなことをやってくれる人がなお好きだから、で大体そういう人ってちょっと頭がおかしい人になっちゃうんですけどだからね、猫ちゃんは結構そういうことやってくれるタイプだからさ。そう共感というか、なんかなんか面白いなーみたいな、一方こう気楽に見れる感じが好きなんです。そう最近のびはね、ネットフリックスにあるずっと昔からやってるシリーズなんだけど、Love is Blind っていう恋愛リアリティ番組を見ていまして、知ってる人いる？日本もあるはずなんだよね。だから Love is Blind Japan とか Love is Blind 他の国みたいなのがいっぱいあるんだけど、見たことある人とか知ってる人いる？ Do any of you know Love is Blind or watched Love is Blind? It's a Netflix dating reality show. ネットフリ見てない？あ、意外とみんな知らない。なんかシーズン9も出てるんだけど、アメリカバージョン。日本もあるんだけど、知らないか。なんか簡単に説明すると、Oh, you've never watched it. 簡単に説明すると、結婚したい男女が集まって、最初は、顔を
とか全く見ずに声だけでお話しして、で結婚相手を見つけるっていうなんかお見合い番組みたいな感じなのね。でお顔は見ずに声とか性格だけで判断して、で見つけたら、あ、もう同説50いった？本当に？反映されてないのびのところ。マジ？いった？見えないな。表示されてないけど、そっちでは出てるってことは出てるってことかな。一応じゃあ達成で良いか？なんでのびの方反映されんの？なんかね、YouTube のね、これね、おかしいんだよね。まあ、ちょっともうちょっとね、のびの方でも反映するまでちょっと待とう。多分あともう頑張ればいけそうだから、今日頑張ればいける気がする。まあだからお顔は見ずに声だ性格だけでお話しするのね。でそれで、好きな、いた、やったーイエーイ、やったー、ありがとうございます。おはようございます。ワーカムワーカム。今ちょうど同説50いったよ。やったー。ってことはここのチャンネル登録プラス5いったらビンゴいっちゃくね？早い。ちょっと思ってたより早い。ちょっと初めてだからビビってさ、やっぱ全部数字低く設定したんだけど、もうちょっと攻めてもよかったかも。いやでもまだわかんない。まだわかりませんね。おはようございます。初見です。初見さんいらっしゃい。来てくれてありがとうございます。はじめまして、テラテラ学園、英語教師ナピシナピです。でそしてあなたのおかげでここがマスが入りました。やったー、ありがとう。デビュー時から応援してましたけど、この時間帯の配信初めて。嬉しい。デビューの時から知ってるけどっていうので嬉しいですね。来てくれてありがとう。久しぶりです。全部埋めるまでやりますか？全然さ、なんかビンゴにはならないけど、2位が全部つながるくらいまでなる可能性はあるよね。やったー。ありがとうございます。なんだっけ、ラブイズブラインドの話してたんだ。ネットフリックスにあるラブイズブラインドっていう恋愛リアリティ番組があるんですけど、それに今ハマってまして、お顔を見ずに10日間ぐらい声だけでおしゃべりして、でそれで好きになった人にプロポーズして、で番組が用意した番組が用意したアパートになんか2週間ぐらい生活して、でプロポーズしてから1ヶ月後ぐらいには結婚するっていう企画なんだよ。で結婚式のところで、あなたはこの人を夫にしますかしませんか、奥さんにしますかしませんかの時に、しますしませんっていうのが最終目標なんだけど、面白いんだよね。やっぱね、人事だからめっちゃめっちゃ人事だから面白いんだけど、ブラインド、そういうそれにもかけてるけど、英語に Love is blind っていう表現があるの。愛はこう愛はこう誰かのこと好きであれば、もうそれ好きだからこそ何にでも目をつぶってられるかみたいな感じの表現があるんですよ。だから Love is blind っていう名前の番組なんだけど、でね、面白いのよ。なんかみんなそれで今でも結婚してる方いるんだよ。もうシーズン9だから、もう多分何年もやってて、今でも続いてるカップルも何組かいるし、恋は盲目、そうですありがとう。恋は盲目っていう意味が Love is blind なんだけど、なんだっけ、今でも結婚してて、なんなら子供もいるカップルさんもいて、もちろん成功しない率の方が高いんだけども、面白いんですよ。だから今までのびあんまりそういう恋愛番組とか興味なかったの。でも特にアメリカとか海外版のそういうやつって
みんなすごい感情の起伏が激しいし、あとなんかすげえクズとかが出てくるとめっちゃおもろいわけ。いけいけみたいな、Oh my god, he's such an asshole! みたいなね。なんかだから、やばい、ダメよ、そいつは悪いやつだから騙されるんだ、ダメだとかってね、こう気持ちがね、こう応援してね、楽しくて。でもシーズンがなんか結構早いから、ああ、なるほど、こういう問題もあったりするのかって思いながら、面白いです。とってもおすすめです。あ、配信初めて見ました。初見さんということですね。来てくれてありがとうございます。はじめまして、寺俣学園英語教師ののぴてるぺです。たくさんのね、初見さんが来てくださってまだいると嬉しいんですけど、実はですね、10月28日、のっぴの誕生日なんです。10月28日誕生日の人いたら一応ね、ここにマス1個あるんですが、10月27日の夜22時からカウントダウン配信するので、ぜひね、そこでいろいろ告知などする予定なので遊びに来てくれると嬉しいです。配信初めて動画を見てくれてるってこと嬉しいな。最近ちょっとね動画上げられてないんですけど、嬉しい。動画見てくれてる人が配信来てくれるのはとっても嬉しいです。よかったらのっぴの動画でどれがお気に入りとかあったりしたら教えてほしいな。ちょっとね最近忙しくて動画が全然上げられてないんですけどなんかね、ラブイズブラインド面白いです。特にね、多分日本のラブイズブラインド見たことないからわかんないけど、絶対日本版より海外版のラブイズブラインドの方がこうドラマが多くて面白いイメージ。やっぱ海外の人の方がさっき言ったように気持ちの起伏が激しいし、あとなんか簡単にこう浮気的なこととかクズ発言とかクズ行動したりするからおもろいんです。ハーさん歌ってみた、嬉しい、やった、ありがとう。They always choose the wildest people. I know, and that's the best. Are you planning to be on the JP version? I mean, I thought about like what it would be like to be in the show, and I feel like I could do it, but then I don't know if I could say yes at the altar. Cause I'm a bit indecisive. I could see myself falling in love just by talking to someone and without seeing their face, and I feel like I could love them even if I see them and I don't like what they look like, because that's one of the biggest reasons a lot of the couples don't make it through. パンサー可愛くて定期道しちゃう。嬉しい、ありがとう。頑張ってよかったな。恋愛からそれるけど VTuber で声知ってそこから見た目で好きになるとかいう出会いも楽しそうだ。確かに全然ある。そうだから面白いなと思って見てます。あとシーズンがいっぱいあるから作業中にこう流しながらやるのに結構いいぐらいのエピソードの量があるから、なんか流し見してるっていうのもあるかもしれない。でも流し見しちゃうとなんか誰かがクズ発言とかクズ行動した時に見落としちゃうからあんまり良くないかもしれないって最近思い始めてます。Hi everyone, hello, welcome. We were just talking about Love is Blind, which is a Netflix dating show that I've been watching recently. Yeah, but today we're doing this bingo zatsudan where I try to meet each goal on this bingo sheet and try to get a bingo. Ohana-bin, welcome. We did get those 50 views. It's down to 40 right now, but we did get it to 50 earlier. So that's why I've already have it colored, but yeah. I'm still looking for someone that has a October 28th birthday. 10月28日のお誕生日の人のマスもあるし、あと配信2時間とか3時間はもうなんかね、他のマスが全然生まれなかった時のための救いのやつとか、Yes, drop those likes. Yes. いろいろね、配信時間がすげえ伸びてしまった時のための救いのマスがあります。
But anyways あとはなんか最近ハマってるものあるかな。最近ね、お名前出していいかな。まあ出していいでしょう。最近配信界隈で話題になってる、お花火ワーカム。配信界隈で話題になってるマッドタウンっていうGTA のストサバみんな知ってる？すごいね、すごい方たちが参加してる GTA のストサバ、ストグラみたいなんだけど違う主催者がやってるのかな？やってるやつがあって、それを切り抜きとか見てたら一人新しい推し的な存在の人を見つけてしまいまして、でその方の切り抜きがもうおすすめに上がりまくるんだよ最近。でのぴはもともとホロライブがすごい好きでっていうのみんな知ってると思うんだけど、で23時さんも定期的に見てて、23時さんの推しはねまだそんなにちょっとね推しになりかけてる人はいるんだけど、まだそこまでってわけじゃなくて、マッドタウン知らない人もいるんだ。そう、声優さんとかもそれこそ花江夏樹さん、鬼滅の刃の炭治郎やってる方とかも参加しててすごい話題になってるんだけど、それで今まで二次ホロは結構見てるから、まあまあ知って好きなんだけど、V スポのクロムさんがちょっとすごい好きになり始めてて、めっちゃ可愛いの。クロムーっていうねキャラクターを演じてらっしゃるから、クロムーってクロテムーなんだけど、めっちゃ可愛いんだ。だからねちょっとねのびねそれこそ23時だと最近ヤンナリちゃんとか好きで、ホロライブだったらひよもりルーナさんとかも好きで、なんか系統似てんなみたいな。みんな赤ちゃんが好き。まあもともと赤ちゃんが好きだからそうなんだけど、女の子も赤ちゃんみたいなのが好きなんだなって思い始めてるんだけど、かわいいの。だからね、クロムーちゃんの切り抜きを最近めっちゃ見ております。喋り方がすごい好きで、それも赤ちゃんなんだけど、なんか発言がちゃんと定期的に突っ込んだりとか冷静な発言とかしてくる、そのギャップが好きなんだよね。なんかこう喋り方だけが赤ちゃんで性格がちゃんと大人みたいなのがね、そこが好きなんです。ルーナちゃんもそうだし、ナニちゃんが一番バブな気がするけど、もしかしたら言語の壁があるからかもしれないんだけど、とっても可愛いので、バブが赤ちゃん味がある女の子が好きな方はクロムちゃんおすすめでございます。おすすめってあれだけど、とっても可愛いから。まだねのびも本当に見始めたばっかりだからそんなに知識はないんですけど、なんかこれからもマッドタウンが終わってもなんか見始めてそうだなって思ってる。だから V スポさんは初めて。今まで V スポさんはやっぱゲームに特化されてるから、のびゲーム下手だし、あとそんなに興味がないっていうのもあるから、ちょっと V スポさんはのびのレーダーに入ってなかったんだけど、もしかしたらちょっと新しい箱がレーダーに入ってしまうのかもしれない。確かに料亭の女将とクロムのコンビ最後、確かにそこのねバランスいいよね。かわいい。姫確かにツッコミ刺しに来る。そう、めっちゃあれがいいんだよね。声で刺しのツッコミが最高なんだよ。それこそのぴの友達だとV のかがせうのちゃん。うのちゃんかわいいよね。うのちゃんかわいいし、あとアイカツのパリンちゃん、ワオパリンちゃんもそっち系統だし、いやーかわいいよね。
be bad at games is a VTuber common factor at this point. Yeah, but Sport, everyone is good at games. Like, you have to be good at games to be able to join that group. I think that's like one of the biggest thing, right? っていう最近のね、のぴやっぱり好みはあるんだなって。まあ、その、VTuber に関してはそういう好みがある。ただね、なんかアイドルとか、なんか実写の実写って言い方がおかしいけど、実写のアイドルとかはあんまり、まあ、普通に興味がないっていうだけだけど、多分実写のアイドルとかでそういう子はあんまり興味ないと思う。なんならかっこいい系の方になるかもしれない。でも VTuber は少なくともそっち系が好きなんだなって最近気がつき始めております。はい。でも推しって作るの難しいよね。なんかどこから推しって言っていいのかが分かんないっていうのもあるよね。なんかノピは本当にVTuber 見るの好きだけど、推し的な感じで言ったらすごいカジュアルビューワーだから、グッズとかだって一個持ってないし、あれなんだけど、よく見たりはするんだけど、グッズは買わないし、で配信とかも時差があるからリアタイなんてほとんどしたことないし、みたいな。だから推しと呼んでは、まあ呼んではいけないぐらいのカジュアルビューワーだけど。I don't either, but still wanna know how 48 people can sing at the same time. They're actually not really singing at the same time, I'm sure. That's why it sounds like that. テラメタラ学園内だと誰が一番バブミ感じますか？テラメタラ学園でバブミはいないよね、まだ。バブミなんかやっぱ、テラメタラ学園のコンセプト、めたいけど、コンセプト的にこう、なんだろう、ちょっと勉強というか、こう、知識というものがあるから、なんか、バブミはどうしても、ちょっと離れがちだよね。マットタウンは全然見やすくないです。気抜きでしか見てない。寝起きでおはようございます。おはようございます。Good morning。じゃあ、バブになるのぴ先生。なんか、バブになる、その時の、一瞬だけバブちゃんになりなさいって言われたらなんかできるけど、なんかずっと、ね、そののぴがさっき言ってた好きな人たちみたいに、ずっと素でずっとバブはできないな。素でずっとバブの人は一人もいないな、テラメタラ学園。そう。難しいよね。あと、ああいうキャラって言い方もおかしいけど、あれはちょっと逸材すぎてなかなかいないと思う。やっぱ2時3時でもさ、2時3時さ、めっちゃ人いるけど、やっぱりああいう感じのバブってヤンナリちゃんと、あとは誰だろうな。なんか、幼女はいるけど、バブはそんなにいない気がする。だからやっぱり、ああいう感じの、あれは、まあ、何でも逸材ではあるけど、特に難しい気がする、個人的に。見つけるのは。昼夜逆転してる人も多いから見れそうな人いそうだけど、まあ、のびがその時間帯にあんまり YouTube を見てないっていう可能性もあるな。あともうのびは、なんだ配信をリアタイで見なくていいのに慣れすぎちゃってて、リアタイで見ようとしてないっていうのもあるかもしんない。なんかもう気抜きでやんとか、アーカイブでやんって思っちゃってるから、リアタイしようともしてない。そう考えると、全然、推しじゃないんでねと思っちゃったりするけど。確かにテラメタラ学園というか、まあ、夏目さんちのバブだね。パラデアムはガチバブですね。ガチバブ。ガチバブ。テラメタラ学園、夏一、一期生的立ち位置のうちら4人のママの夏目さんちのガチベイビーがいますね。ガチベイビー。なんか動画見る限り、ちょっとおしゃべりとかし始めてるらしいから、すごいよね。時間の
経過がパラちゃんを通してこう実感する。なんか2、3年とかってさなんか時間経ったなーって思うけど、なんかそんなになんか時間経ったなーって思うぐらいだけであんま分かんないけど、そういう赤ちゃんとかを見たりするとさ、こう特に成長過程が見れる赤ちゃんを見た時に、あっ成長してる、時の流れを感じるって思うよね。なんかそれ以外の時はもう1年終わったか早かったなーとかっていうぐらいだけど、そういう成長してる赤ちゃんを実際に見たりすると、こんなに時間が経ってたんだみたいな。この1年で赤ちゃんが言葉を言えるようになるぐらいの時間が経ったんだってすごい実感する。ねえ、小学生になっちゃうの。はい。小学生って何歳から？小学校1年生って何歳？小学校1年生って何歳だ？ How old is a first grader? Like 6? 7? 待って、小学1年生。First grader, how old? 6、7歳だ。そう。なんかさ、小学生がまだ10歳でもないっていう現実がすごいよね。お花火気持ちはいいつも初見です。でももう名前覚えるぐらいいつも配信来てくださってるから、それはもうダメだ。でもありがとう、気持ち初見嬉しい。6歳ね、すごいよね。小学1ってことは小学校を何年生から10歳なんだ？例えば7歳が1歳だとして、1年生だとして、7、8、9、10で3年生ぐらいになるまで10歳じゃないんだよ。10歳以下ってノピにとって超赤ちゃんだからさ。おはようございます。Good morning, welcome, welcome. 今小学生、今はパラちゃんの話から、赤ちゃんの成長を見ると時の流れをすごい感じるよねって話をしてて、今小学生が何歳かの話をしてます。いや本当にだから小学校3年生なんて赤ちゃんだなって思っちゃう。10歳以下ってまだだって10歳だよ。10歳以下って赤ちゃんでいいよね。ってことは小4、小4、小3とかまだちょっと。Hello, welcome, welcome. 今令和生まれの小学生がいるんですよね。いやーすごいね。お花火です。結構なんかみんな起き始めた。Good morning, welcome, welcome. チャンネル登録もしかしてこれさっき301で3だったから3人増えたってことは、いってんじゃないこれ。やったー。待って。いったということでいいでしょう。3人増えてるから6人だ。やったー。計算合ってたら。あとちょっとでビンゴじゃん。やったー。お花火ワーカム。ビンゴだ。ビンゴだ。待って。ビンゴ。It's a bingo. Yay! I didn't realize I was too busy calculating. 計算で忙しくてビンゴになってたこと気がついてなかった。やったー、ビンゴだ。ビンゴになってた。早かった。イエピー、ビンゴ、イエピー。やったー。初めてだからね。次回やるときはもうちょっと数字上げてもいいかもしれないですね。今日がテストランだから。1時間足らずで達成しちゃった。配信時間2、3時間のやつとかいらなかった。いや、でも、明日またね、やるので、ちょっとその時には、条件を変えたり難しくしたりしたいと思います。はい。いっそのこと全部やっちゃいますか。全部やるってよりも、ちょっと今日さ、配信が後であるじゃん。日本の12時から。だから、あんまり長くは配信できないんですが、あと、今何時 ?3 時ってことは、あと1時間ぐらいしてもいいかなとは全然思ってはいる。I think we could stream for at least one more hour. So yeah.
おや、今のうちにちょっと簡単に告知すると、今日の日本だったら12時ですね。から、新メンバーシップお披露目配信しますので、ぜひね、遊びに来てください。かわいいスタンプ、お願いしたので、5個新しいスタンプ追加されます。So yes, tonight at 8 p.m. Pacific, 11 p.m. Eastern, 12 p.m. Japan time, I will be doing a new emote reveal stream later. So, 5 new emotes will be added into our emote lineup. Yes. So, hope you can see me there. And then I'll also be like showing off my membathon goals. Because that's something new I'm going to be trying for my birthday this year. Yeah! なので、そう、スタンプちょっとね、悩んだ。どういうスタンプがいいか。やっぱさ、結局スタンプ依頼と追加をするなら、なんかみんながちゃんとこう、頻繁に使いたいと思うようなスタンプをさ、追加するってなったら、ちょっとね、悩みました。わっ、タクチャンネルさん、メンバーシップギフトありがとう !Thank you! じゃあ、これに、カウントしちゃってよいから、新規メンバーシップ加入、やったーありがとうない、岐阜県、なんか岐阜県 VTuber の人とか、ない岐阜の時にそれね、やってそう。ありがとうございます。Thank you! ぜひ、スタンプだけでも使いたい方、メンバーシップのティア1のね、メンバーシップだと、お得な、金額で、スタンプのみ使えるプランなので、ぜひね、今夜の、お披露目の時にね、お披露目されてからスタンプ使いたいと思う人、メンバーシップ、ぜひ、加入、検討してください。Thank you! ありがとう、タクチャンネルさん。Thank you! なのでね、絶対岐阜県 VTuber とかいたら、やってるでしょ。ない岐阜の時は岐阜県の岐阜ねってね。まあだからできるだけね、みんながこう使う機会が多そうなスタンプをね、選んで依頼しました。今あるスタンプでもさ、あんまり使わないやつとかあったりするでしょ、ぶっちゃけみんな。なんか別にそういうのがあってもいいんだけど、やっぱもったいないなって思っちゃうから、追加するときはできるだけ使う頻度が高そうなものを優先に考えて依頼しましたので、楽しみにしててくれると嬉しいな。岐阜県の形のスタンプも実装してそう。確かに全然あり得る。I wanna not be slapping emoji. You wanna slap my face? Why? Do I make you wanna slap my face? do my streams make you wanna slap my face? ツイッチの増えたら、ツイッチにも追加しようかなと思ってる。追加できそうだったら。自己ルーペ使う機会減っちゃった。まあやっぱりね、のぴもね、VTuber になって2年経って今3年目が始まっているので、やっぱ3年やってたら、やっぱ自己ルーペなんて減りますよ。まあたまにやっぱね、久しぶりに配信するとなっちゃうけど、どうしても。No, me slapping someone? True. That's true. Yeah, so... But I don't know if I'll be adding any more slots to the emotes, because there is a certain restriction on YouTube for adding more slots, and I don't think we'll be able to get to that for a while at least. ミュートはね、どうしてもミュートはね、やりがちなんだよね。昨日も、おとといもやってたけど。おとといもあるけど。まあなんか、スタンプが追加された時期で、こうちょっと時代も感じるよね。あ、このスタンプ実装された時にはこういう時期だったのか、みたいなね。マリパの時にね。マリパ楽しかったね。どうだったみんな。初メンツでのマリパ。のぴと、同期のもちちゃんと、後輩のはてなくんともじまろくんの4人の
初メンズでマリオパーティーをやったんだけど。お花火です。Good morning, welcome! Yeah, I played Mario Party Jamboree with my genmate Mochi and my two kohais, Hatena and Mojimaro. We've never done anything with the four of us, so it was like a new group. But I think it was fun. Except for the fact that I kept on losing. I need to find a game where I know there's a higher rate of me winning. あ、まだ見れてないのね。じゃあ、あんまりネタバレしない方がいいかな。でも、まあネタバレじゃないだろうけども、まあいつも通りノピが弱かったです。なんか、ちょっとノピが有利になれるゲームを早く見つけたいんだが。ノピが有利なゲーム、かつ、こうなんかみんながやりやすいゲーム。あんまりその条件に満たすゲームがないんですよね。あんまり、まあだからノピがゲーム上手くなるしかないのかもしれない。難しい。難しいよ。ゲーム難しい。I would suggest Mario Kart, but Nopi isn't good. Yeah, I'm so bad at games. でもゲーム上手になっててびっくりしました。本当にまあ、ノピのことをね、ずっと最初から見てくれてる人は、上達したなとは思ってくれるんだろうけど、最近見始めた人は、なんでノピ先生こんなにゲーム下手だろうって思ってそう。一応ね、初期からは成長してるもんね。成長はしてるんだけど、マイナスの状態から始まったから、時間がかかってるだけなんだよね。めっちゃね、練習しとけばよかったんだけど、ちょっと練習する時間がなかなかなくて。パズルゲームが得意。本当にパズルゲーム得意な感じする？英語で説明する系とかはね、まあそれはもうね、もう言語の違いでの強みっていうのが出ちゃってるけど、最初の頃から見たらかなりだよね。だってゲームのセーブすら分かってなかったんだから。キャンディークラッシュ、確かにのびね、スイカゲームとかそれこそね、結構得意とか、ハマってたから得意になったのかどっちかわかんないけど、少なくとも猫ちゃんよりは得意だった気がするから、そういう系がね、得意なのかもね、やっぱね。昨日のビンタ見事だった。もう昨日のビンタゲーム、ストレス溜まりまくったわ。簡単なゲームかと思ったらあんなに難しいと思わなかったぜ。もじまろくんもね、英語割と強いから、そう。もしかしたら英語だけじゃダメな時代が来てしまった。まあだからね、ゲーム不得意もあると思いますが、やっぱどうしてもね、やりたいゲームはいっぱいあるんだけども、なんかね、難しいよな。他にもやりたいゲーム一応あるんだよね、リストに。それこそメンバーシップで投票機能でみんなにどのゲーム先にやったらいいかなっていうのでおビンタ今回最初に選んだんだけど、ゲームスキルが必要あんまりない。なんか例えば RPG とか、まあ RPG も戦うシーンとかあるからあれだけど、Sure, Mojimaro doesn't know brain rot words you can win with that. That's true. He did say that he's not very good with like slang and stuff. そう。多分もゆハピーみんな英語強いと思うけど、唯一英語でものびが勝てるのはスラング系だと思うな。あ、でも、ぴょこちゃんがスラング結構思ってた以上に強かったね。そういえばのびクイズの時にすごい発揮してたけど。うまい下手関わらずのぴ先生の配信楽しいです。嬉しいこと言ってくれるね。ありがとうございます。クソゲーシリーズ。もうさ、僕バイトだっけ、僕コンビニどっちだっけ、あれ系のゲームもっと出てきてほしいんだよね。あれ系のゲームもっと出てほしい。あれとかはさ、そんなにゲームスキル関係、僕アルバイトか。あれね、あれやっぱここ、なんだ、今まで配信したゲームの中でも一番記憶に残ってるゲームだわ。僕アルバイト。あれはね、
記憶に残ってるし、お気に入りのゲーム配信のトップに入るわ、今でも。いや、僕アルバイト、that game was so good. That's still my favorite game that I've streamed so far. It's my favorite game and stream. ね、あれすごかったよね。お、職場に行きます。失礼いたします。来てくれてありがとう。いってらっしゃい。ばやーん。いろいろね。今年はもう、なんかもう今年が終わるような感じのこと言ってるけど、実際今年終わるんだよな。すごいよな。だってもう10月終わりじゃん。10月終わったら11月、12月じゃん。2ヶ月。で、残りの2ヶ月なんて、のぴーは毎年すぐあっという間に終わっちゃうから、実質もう今年が終わると言っても同然なんですよね。1年が短く感じるよね。柔らか頭塾。あ、はてなくんやってるよね。あれどんなゲームなんだろう。はてなくんの配信見たことないからまだわかんないんだけど。確かにはてなくんがやってるゲームはなんかこうゲームスキルっていうよりも頭の脳みその柔らかさみたいなのを重視にしてるゲーム多い気がするから。で、脳トレみたいなね。のぴもちょっと脳トレした方がいいかもしれないな。最近なんか頭は使ってるけど、なんか使ってない部分の脳みその使ってない部分が多くなってる気がする。やっぱ学生の頃とかと比べると。Have you brought your Halloween costume yet? No, I'm still deciding what I should wear. Yeah, for like the Halloween, American Halloween stream that I'm gonna be doing with Annie. Yeah, I'm thinking of dressing up. And I'm also gonna ask her to dress up too, so I'm still deciding. エニちゃんとやるハロウィンお菓子配信で、せっかくハロウィンのテーマの配信だから、ちょっとね、仮装して、エニちゃんにも仮装してよって言おうと思ってるんだけど、何にするかまだ悩んでます。いろいろあって。何系がいいかな。地味にのぴー配信でなんか、ミニ仮装的なことよくやってるから、あれなんだけど、どういう系が今回いいかなと思って探してはいるんだけど。Yeah, Halloween. Once Halloween is over though, I feel like Halloween, this year Halloween. One thing I don't like about Halloween is that I keep getting horror ads on like YouTube and Netflix. ハロウィン好きだけど、やっぱ好きじゃないのは、怖い映画とかドラマの広告が YouTube とか Netflix に流れるのが本当に嫌。それ以外ハロウィン割と全然いいんだけど。仮装何がいいかな？何がいいかね。お姫様ののぴちゃん。お姫様、確かにお姫様系とかそういうやってないかもしんないな。確か前の配信でのぴ先生と誕生日が近い子いた。前の配信で誕生日近い子いた？誰だろう？コラボでってことかな。確かに知り合いの VTuber さんの中で誕生日すごい近い子いるのは知ってるけど、最近は配信してない。一緒にコラボ最近してないから、あの子のことかな。10月誕生日多いんだよ VTuber さん。VTuber さんだけじゃなくてこう一般的に10月が人気というかこう誕生日が多い月なんかわかんないけど、10月多くない？なんかさ、他にもね、すごい、うわ、今月って誕生日ラッシュなんだなって、こう、ツイッター見てて思った時期あったけど、10月も割とそうなんだよね。I think October is one of those months, with a lot of birthdays. There's like a few other months in the year too, but I think October is one of the years with a lot of birthdays. At least for YouTubers. But it might be like a general thing in the world. If you backtrack, Is January a popular time to have babies? I don't know. Maybe. ね。だから、10月多いんですよ。結構。
そう、10月28ピンポイントのお誕生日はまだ意外といないですな。今日の後での配信の準備がまだできてないんだけど、まあそんなに時間はかからないと思うんだけど、ちょっとして、で、そしたらあさっての配信は、まあそんなに時間かかんないか。誕生日配信の日がちょっと時間かかるから、準備しないといけないんですね。ちょっといっぱい準備する配信があって、あれなんだが。11月は今言いますが、結構ね、ゆるい月になると思います。今月とか、9月とか10月もそう感じたかもしれないけど、裏でやってる作業多かったよね。9月、10月は。表でやる配信とか活動は少なかったけど、裏でいろいろやってたんだけど、11月は表でも裏でもちょっと減らそうかなと思ってます。ちょっと、やっぱ、さすがにちょっと休憩時期が少し必要っていう。まあでも11月はね、それでももうすでに予定してる配信結構あるんだ。毎週配信、まあ、コラボの方が多いけど、コラボ毎週絶対週1回ぐらいであるから11月。だからソロ配信がちょっと減っちゃいますね。あと動画ね、全然作れてないから、動画の撮影の準備とか、まあ、出るのが多分12月とか1月になるかもしれないけど、の準備をね、やりたいなと思って、全然そっちに時間取れてないので。カーニバルがあり、子供たちは11月に来るのに、人々は2月にそれをよくなるほど。なるほど。確かに国民的なね、カルチャーとかもあるよね、きっとね。お誕生日楽しみ。やったー。楽しみにしてくれると嬉しいよ。ゆっくりで大丈夫。ありがとうございます。どうしてもね、のぴは個人的に、毎年、この活動始めてからだけど、なんか遅めの春からもう1年があっという間なんだよね。そう、誕生日でがっつりやっちゃったからさ、がっつりやりますので。まあでも定期的にね、週1では絶対に配信したいなと思ってるから、それがコラボになってしまう可能性もあるけど、できるだけ週2ぐらいではやろうかなと思ってるけど、ちょっと実際どこまでできるかは、まだ不明でございます。ありがとう。体調にみんなも気をつけて。なんかね、最近、季節の変わり目だからかわかんないけど、朝起きると喉がね、ちょっとね、痛いまではいかないけど乾燥してるなって思って、今日もちょっと喉が起きた時に乾燥してて、あ、やべって思って。加湿器出した方がいいなって思った。特に、のぴたちとかは配信でいっぱいおしゃべりするから喉がね、それでなくてももともと喉がちょっと弱めな方だから、あれなんだけど。ね、イガイガしたりするよね。だからみんな気をつけてください。意外と喉から始まるとかって言うからね。起きたら喉死んでって声でだから、やばいじゃん。気をつけて。おはようございます。Good morning. Welcome. めっちゃ寒かったね。だいぶね、気温下がったよね。そう。のびなんてなんか寒くて寒いのにバカだからめっちゃ半ズボンで寝て、そしたら次の朝超喉なんかやべえ喉がってなって、さすがに今長袖で長ズボンのパジャマで着て寝てるけど、それまでなんかギリギリまで結構普通に半ズボン履いて寝てたわ。ねえ、みんな元気で年越しましょうぜ。おはようございます。配信久々に来ました。久々に来てくれてありがとう。Good to see you. Welcome. 今日はビンゴ雑談っていうものをやってましてね。もうビンゴ達成したんですけど、思った以上に早く達成しちゃったからまだちょっとゆるゆると喋ってるんだけど。ちょっと明日もね、同じ時間帯から配信する予定なので、明日のビンゴはもうちょっと条件を厳しくしようかなとは思ってます。ナイトボット曇り挨拶してないよ。なんでだ
なんでだろう。なんでね、怖いね。たまになんかそういうね、そういう風に反応するんで、ナイトボット。服の調整難しい。確かに。確かに。今はまだちょっと難しいかもな。でもなんか、のびそんなに朝から夜までずっと外出してないから、まだいいんだけど、朝から晩までずっと外に外出してる人は難しいよね。もう昼間もちょっとなんか、寒くはないんだけど、なんか半袖着てるちょっと肌寒いかなみたいな感じだね。太陽は出ててすごい天気はいいんだけどね。ね、今年はまた日本も寒くなるのかね。なんかのびが住んでるところはなんか毎年結構気温同じ気がするんだよ。だから夏とかは若干暑くなってんのかなと思うんだけど、日本はなんか明らかに毎年暑くなってるじゃん、夏とか。冬とかはどうなんだろうね。ちょっと肌寒いなって感じだね。なんか夕方日が沈むと結構寒ってなる。昼間はちょうどいいかもしんない。いろいろ動き回ってるからさ。でも日が沈むとすぐに「お、寒っ!」ってなる。こんなにいきなり寒くなるのって感じ。寒暖差がしんどいか。いや、そうだよね。雪さえ降らなければいい。雪降るね、地域の人は絶対大変だよね、冬毎年ね。のびは雪降る地域に住んだことないからその大変さがわからないけど、雪降る地域に冬の間に行ったことはあるけど、遊びに行く程度だったからそちらは冬の最低気温どのくらいなんですか？いや、もう州によって全然違うよ。州によって違う。のびは西海岸に住んでるから、西海岸はね基本的に、海岸沿いは基本的に、いやニューヨーク側は結構寒くなるんだよ。でもアメリカの西海岸と南海岸は一年中割といい気温なんだよ。冬寒くなるけど、雪とかは全く降らない。で、多分東海岸とか真ん中らへんとかは結構冬雪降ったりして、確かアラスカ以外のその本土にある、ミネソタ州かな、そこら辺が多分毎年アメリカの中で一番寒い記録を出してて、雪めっちゃ降るっていうね、言うよね。だから雪降るぐらいだから何度なんだそれ。全然わかんないけど、もう学校がお休みになるぐらい、日によっては寒すぎた雪が激しすぎてみたいな。だからなんか全然北海道と同じぐらいになるんじゃないかな。今年は秋が少ないなって思う。本当にそうなんだ。秋が短くなるのはちょっと嫌だね。秋綺麗な時期だからね。雪かきとか大変そう。そうだね。だからみんなじゃないけど、多分大半の人たちがちっちゃいさ、乗り物に乗ってさ、雪かきする乗り物あるじゃん。あれ家一家に1台持ってるみたいな感じだと思うよ、あそこら辺の人たちって。なんならだってのびの実家だって持ってたもん。ただなんか壊れちゃったから、もう今は手動で頑張ってるらしいんだけど、なんかもうそろそろ買ったらって思ったりするんだけど、そう、なんて読むんだそれ。なんとかき。雪かき。頭が。いやもう本当にお疲れ様だよ。頑張ってて偉い。秋がいつの間にか終わってた。もう終わった秋。だって11月後半ぐらいまではさ、秋続いててもよくない？もう終わった？除雪機か。除雪機、そう。除雪機持ってるご家庭が多いよ。今秋だよね。そうだよね。まだ秋だよね。まだまだ。なんかみんな秋らしいことをやった？ Is there any fall-ish thing that you've done? 秋っぽいものっていう、もうどうしても食欲の秋になっちゃうんですけど、日本のスターバックスでパンプキンスパイスラテが出たっていう噂を聞いたんだけど、本当？スターバックス、パンプキンスパイス
ラテ。なんか日本に住んでるアメリカで知り合ったお友達がなんかやっと日本にもパンプキンスパイスラテが来たみたいなインスタグラムのストーリーに投稿してて、あ、今までなかったんだ、そういえばないのか、で今年からあるんだ、よかったねって思って見てたんだけど、実際どうだろう。実際皆さんスタバ行った人見たりした？サンマ食べた？のびもこの前行った時サンマ食べたよ。美味しかったよ。焼き芋、確かに焼き芋は秋って感じだね。あ、してない？まだ、じゃあもうあっという間に終わっちゃうよ。しないと秋っぽいこと。今度京都に紅葉見に行く。うわ、めっちゃいいじゃん。のびも行ってみたい。スタバ近くにない。あ、田舎。焼き芋作った。焼き芋多いね。焼き芋確かに。のび焼き芋焼き芋って思うと、焼き芋を欲しいものにしたのをのびのね、実家のワンちゃんが大好きだったのを毎回思い出す。欲しいもが大好きな犬だったな。でも去年一昨年だっけ、のびショートでさ、パンプキンスパイスラテのさショート出したの覚えてる人いるかな？シナモンが好きな人はおすすめです。アメリカの人はまず秋が大好きなの。でハロウィンも大好きなの。でもうハロウィンとか秋を連想するものはもうアメリカの人は大好きで、その中でもパンプキンスパイスラテが超好きなんだよ。でパンプキンスパイスラテの時期になると Oh my god, it's pumpkin spice latte season みたいな感じでね。でパンプキンスパイスラテって名前なのにパンプキンの味、まあほんのりするかもしれないけど、ノブにとってはほぼシナモンの味なんですけど、シナモン好きな人はね、今年のスターバックス、日本のスターバックスでも頼めるらしいから、ぜひ頼んでみて、アメリカの秋をちょっと味わってみてください。お花ピンワカワカム。今ね、秋の話をしてましたよ。パンプキンスパイスラテ、飲み物だけど、そのパンプキンスパイスラテ味のクッキーとかデザートとかいっぱい作ったりとか、それぐらいパンプキンスパイスラテが好きなんですよ、ここの人は。のびはそんなにだけど。のびはなんかあんまり、シナモン自体そんなに、嫌いじゃないけど、なんかすごい、わっ出た買いに行かないとみたいな感じではないんだよね。お花火ワカマカーン。もう今日はビンゴ達成してしまいました。実は今北さんに伝えると、画面上でわかると思いますが、実はもうビンゴを一つ達成しちゃった。早く達成しすぎたので、ちょっとゆるゆるとまだお話ししてます。ちょっとおトイレすごく行きたいからトイレ行ってくるね。みんなもトイレ行きたい人は一緒にトイレ行きましょう。I'm gonna go to the bathroom real quick, okay? Bathroom break. I'll be right back.
だいま。I am back. よいしょ。はい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 。ということで。あ、配信時間2時間経ったくね？ I think I've been streaming for 2 hours. Right? いや、2時間経ったよ。あ、まだ2時間経ってないか。まだ。わかりにくいな。どこで見ればわかるんだ？こう見れば、まだか。まだだ。まだギリまだだ。82分だって。まだだ。まだ。まだでした。OK。よいしょ。おはようございます。ただいま。Welcome。秋か。のぴがいるところはあんまりね、気温とお店以外ではね、秋を感じれない地域にいますので、残念ながら。あ、でも、ちょっとなんか外の葉っぱが、紅葉赤くなってるかもなー、みたいな。お店に行ったら一番実感湧くよね。あ、ハロウィンのものが売っている。なんならクリスマスのものも少しチラチラ置いてあるぞ、みたいな。でも今年のね、エニちゃんとやるハロウィンお菓子配信楽しみなんだ。毎年、まあ、年によってって言っても、1年目はハロウィンっぽいことちょっと若干したけど、去年は誕生日関連のものでなんかもう力尽きてしまってハロウィン関連のことしなかったから、今年はなんか今年になってやっとちゃんとしたハロウィンっぽい配信ができて嬉しい。楽しみ。エニちゃんにお菓子を渡したから2人で一緒に食べながらやって、日本みたいに四季がはっきりした地域少ない。そうなんだよね。意外と少ないからみんな日本ってそう考えると本当にとってもいい国だと思う。ご飯も美味しいし、四季がちゃんとはっきり分かれてて、なんかそれぞれの季節の楽しみがあるし、逆に日本から海外行きたい人ってまあでもそれぞれあるか。憧れっていうのがあるからな。そうね、エニちゃんとの配信のサムネ作ったけど、お菓子がね悩んだんだよ。どういうお菓子を持っていこうか。なんかアメリカのハロウィンの一番人気なお菓子ランキングみたいな。お花火ワーカー今ね、来週エニちゃんとやるハロウィンお菓子配信の話してます。I searched up what the top Halloween candy in the US is. They're also basic. トップランキング調べたの。めっちゃね、ベーシックなランキングで、みたいな。これ全部日本でも食べれるやんけみたいな。なんかハーシーズ、また食べれるかわかんないけど、そんなになんかこうアメリカならではっていうお菓子じゃなかったんだよ。まあそうなるかと思って、なんか最初なんだろうな、ハーシーズのチョコとかスニッカーズとか。スニッカーズなんて日本でも食べれるじゃん。トップランキングにしようと思ったけど、これをエニちゃんに食べさせてもなんかちょっと微妙だなと思って。だから全然アメリカトップランキングとかではないんだけど、あとのびが子供の頃とかトリックオアトリートした時にこういっぱい入ってたお菓子も結構無難なやつが多いからさ、そんなもん食べさせてもちょっと意味ないかな。企画的にちょっと変わり種を探して紹介するからあれなんですが、でもそれでもエニちゃんは基本的にいいリアクションをしてくれる子だから楽しいいいリアクションしてくれる子っていうかあれだけど、でも楽しみ。そんでエニちゃんになんだ、せっかくね日本に行くし、お花火ワーカーム、せっかく日本に行くし、でなんかエニちゃん
にお菓子を出すから、なんか他にはなんか持ってってほしいもの、なんか配信で使えるものとかでもいいからなんかあったら言ってねっつったら配信に関係ない1年目のクリスマス配信の時にさ、アメリカの食べ物を持ってってみんなになんか紹介するっていう配信したのみんな覚えてるかな。その中にドリトス、日本にもあるドリトスだけど、日本は赤い袋のドリトスしかないじゃん。のびはあの時の配信に青い袋に入ってるドリトス、クールランチ味のドリトスのチップスを紹介したの。なんであれ紹介したんだろう。なんであれ選んだんだろう、のび。それともリクエストだったのかな、忘れちゃった。でもあれをエニちゃんすごい気に入ってたらしくて、そこまでなんかたまに美味しかったんだよねっていうのを覚えてるんだけど、そんなに気に入ってること知らなくて、なんかできればそれ持ってきてほしいって言われて、エニちゃんそんなにあれ好きだったんだって。なんか日本でも買おうと思ったんだけど、2袋が何千円とかで高すぎて、あれ以来食べれてないんだよねとかして、あ、そうなんだと思って。だから袋で持ってっちゃうとスーツケースの中で粉々になっちゃうから、筒に入ってるプリングルスとかがさ、とか日本だったらチップスターとかが入ってるような筒状に入ってるやつがあって、それだったらさ、ぐちゃぐちゃになんないじゃん。あきるちゃん、よけちレードしてくださったですか？よけちありがとう。 Thank you for the raid。 よけちありがとう。朝活してたのかな。お、27000人耐久、すごい。耐久8時間は配信してたの。お疲れ様すぎる。おめでとう。みんなよきちが27000人達成したんだって。というかまだ達成したのか。どうなんだ。ちょっと待って、今チャンネル見に行くか。達成してなかった。惜しいみんなここにいる。ノーピニア、ノピリスナー、ノピの今配信見てる人、よきちのチャンネル登録してない人いたな。今すぐチャンネル登録しに行くんだ。いいな。 Go read よきち OK? Or not read, go subscribe to her channel。 今すぐよきちのチャンネルに登録するんだ。きっとまた耐久やるだろうからやりそうじゃない？よきちなら。よきちのチャンネル登録しに行くんだぞ。絶対に行くんだぞ。よきちありがとう。いやでも8時間も配信したんならちょっと一回休んでた。いいよ。いや休んでいい。そんなに配信したならお疲れ様だ。お疲れ様です。本当にありがとね。あれいいな。お疲れ様です。もしのびのこと知らない方いたら、はじめまして、テラテラ学園英語教師ののびテレペです。でもよきちとはね、レポのコラボとかでご一緒させてもらったことがあるので、またね、遊ぼうね、近々。遊びましょう。なんならね、近々ね、ちょっとおしゃべりできるかもしれないからね。楽しみレイドコマンドあるんだよ。でものびそんなに、のびレイドは結構するけど、やっぱ配信の時間帯のせいでレイドを受けるっていう時があんまりないし、あとこのコマンド忘れちゃうんだよね。レイド来ても。今日久しぶりに思い出した。ちゃんとあることをぜひね、みんなここで YouTube よきちのチャンネルに飛べるはずなので、忘れる前にポチッとしといてください。 Yes, please go subscribe to her channel. Okay, she's aiming for 27k. Pump up those likes. Yup. 今何の話してたっけ？秋の話してたんだっけ？違うな。なんか違う話に移り始めてたけど忘れたな。まあでも秋ですなーっていう話をしておりました。みんななんか秋っぽいことなんかしたよっていうのあったらぜひ教えてください。そうだ。のびがハロウィンの配信をするって話してたんだ。さ、ハロウィンのアメリカの
お菓子の紹介の配信を同期と来週するんだって話をしてたんだね。そうそうそう。それでハロウィンのお菓子に全く関係ない青い袋に入ってるドリトスクールランチ味っていうのがアメリカにあるんだけど、そのフレーバーのドリトスにすごくハマった同期からね、それのリクエストがあったから持ってったって話をしてたんです。でもうすでに食べ終わったっていう話をしようと思ってたんだ。オチはもうえにちゃん食べ終わったもう食べ終わってたらしいです。食べ終わってるらしいです。うん。でも他のお菓子はまだ触ってないよって言ってた。偉い。他のお菓子がね、配信で紹介する配信をしながら食べてもらいたいから、他のやつはあんまり見ないようにもしてるし、食べてもないよ。でもそれドリトスだけは食べちゃったよって言ってた。配信に関係ないと思うからっつって、関係ないからいいよとは言ったけどもう食べ終わってるとは思ってなかったいや、なんなら配信でさ、ハロウィンのお菓子はさ、全部甘い系ばっかりだから、ちょっとなんか口直しとしてちょっとしょっぱい系があってバランスいいかもなと思ったりもしたけど、まあ食べ終わってたか。まあいいよ。ちょっとお茶でも用意しといてもらえればそう9月にさ日本に行ったから、全然こっちからアメリカから日本にお菓子をこう郵送するっていう手もあるんだけど、もう郵送したらさ、もうバカ高いし時間もかかるし無事届くかの心配もあるからやったことないんだよね。なんか全然そうしてもいいんだけど、まあ経費出してくれるんだったら運営さんがちょっとだいぶ出してくれなさそうだからやったことないけど、そういう3つの理由があってやったことなかったんだけど、今回はほんとちょうどいいタイミングに日本に行くから、みんなのお土産がてらにそれを持ってたの。ハロウィンの時期になるとトリックオアトリートに来る人たち、子供たちにこう配るためにちっちゃい小分けのね、大きい袋の中に小分けのお菓子がいっぱい入ってるパーティーパックみたいなのが売ったりするんだけど、それをね何種類か買って、でえにちゃん用の分を横に置いて、残りの分を泊まったおばさん家のいとこたちに配って、それのまた残ったものを運営さんに丸投げしてっていうね、一石三鳥になりました。えにちゃん用の配信用のお菓子、いとこたちのお土産で、運営さんたちへのお土産、一石三鳥That's a nice hat you have there. Thank you. I am a witch because I'm a witch. So this is my witch hat. Welcome, welcome. そう、一石三鳥にもなりました効率よく配ってでしょ。そう、配信でやるなら経費にもなるし、運営さんにプレゼント、運営さんのお土産にもなるのにも経費だからそうで、ね、ずっとやりたかったんだよ。そのクリスマスの時にもやったけどさ、なんかこう時期的にさ、ハロウィンの時期だったらこういうお菓子とか、クリスマスの時期だったらこういうものとかさあるじゃん。だから本当は一番やりたいのは本当やりたいってわけじゃなくて、他にもやりたい時期はバレンタインとかやりたい。あとはイースターとかもやりたい。こんなビワカームイースターとかもさ、イースターっぽいお菓子とか出たりするし、バレンタインもさ、すごいもう甘々な、なんか食べ物自体はそんなにあれかもしれないけど、パッケージとかがすごい可愛かったりとか、それこそクリスマスだってクリスマスっぽいパッケージとか、日本もそういうのあると思うけど、でもなんかアメリカのクリスマスならではのこれとか、アメリカのイースターの時期はこれとかっていうのがあるからさ、本当はね、もっと全部のシーズンでやりたいんだけど、やっぱ郵送はちょっとね、郵送は高すぎる万単位になるから、万単位。すっげえ軽かったら千何千円って収まるかもしんないけど、普通になんか割といいぐらいの大きさの箱になったら多分万単位になると思うんだよね。
それはさすがに経費ダメって言われそう。まあのびが負担して確定申告の時に書いてもいいけど、全額が落ちるわけじゃないから、そのやり方じゃちょっとねまだ現実的じゃないのでね。でもいつかやれたらいいな。なんならまたね、その時の時期ぐらいに日本に行けるタイミングがあったらいいなと思ってるけど、なかなか難しい。早く誰かどこでもドア作って。でもどこでもドアがあったらもうそんなことする意味がなくなっちゃうか。簡単に外国のものを仕入れたりすることができちゃうから意味ないか。じゃあのびだけに誰かどこでもドア作ってプレゼントして外国への郵送はたまに荷物なくなる。そうなんだよ。そう、一回その自分の国を出ちゃうと、もうそのものが、今どこにあるのかっていうトラッキングができなくなっちゃうの。ワンチャン行き先の国に届いたらトラッキングできるようになるかもしれないけど、その国から国に出ちゃってる間、今どんな状況でどこにあるかは分かんないんだよ。だから怖い。自分の魔法でどうぞ。あれ？あ、そうか。のび魔法使う。どこでもドア専門外なもんですみません。なんでよまあね、だからちょっとね、まだちょっとね、そういう面ではね、不便ではないんだけど、ちょっと不便ですよねという。まあしょうがない。もうみんなにこっちに来てもらうしかないね。その話定期的にするけど、なんか実際によしみんなでアメリカのピッチョンとこ行こうって話はね、ちゃんとした話し合いは未だに出てきたことない。ちょっと大変だからだと思うけど、そもそもみんなパスポート持ってないメンバーもいると思うし、パスポート取らなきゃダメとかって言ってた子いた気がする。のぴは幸いすごいいい。まあ、のぴは子供の頃から日本行ったりしてるから、なんか人間全員パスポートを生まれた時から持ってるものっていう認識だったから、なんか割と大人になるまでパスポート持ってる人がいるってことを知らなくて、なんであなたパスポート持ってないのみたいなちょっと世間知らずのところがねあったなーって最近思った。最近はパスポート持ってないって聞くと、あ、そうだよねーって思ったりするけど、でもなんかちょっと前まではパスポート持ってないんだよね、作んないとって聞いて、パスポート持ってないってあなた今まで人生どうしてきたのって思ってる。でもよく考えたらパスポートって海外に行かない以外はそんなに必要ないんだなって思ってね。でも日本パスポート作るの簡単らしいよ。アメリカとかは超めんどいけど、日本とかは作るのすぐ作ってく、まあそういう市役所とかそういうのがちゃんとすぐやってくれるからっていうのもあるかもしれないけど、アメリカとか時間かかりますからね。お嬢様みたいまあ割とちょっと箱入り娘状態な感じで育てられてた可能性はある。ちょっとね。いやでもね、やっぱアメリカ文化の違いだからね。なんかなんだって前にも話したことあるけど、アメリカはさ、学校行く時にさ、まあ、スクールバスがある地域に住んでたらいいけど、スクールバスがない地域はだいたい親御さんに送り迎え車でしてもらうのが当たり前みたいな。でもそれをさ、日本でさ、アメリカにっていうのをなしでそれ以外のこと言ってたら、どこのお嬢様なのみたいな風に思われちゃうじゃん。確かに日本の感覚だったらそうなんだな、アメリカだったら当たり前なんだけどなって、逆に車ないと生活できないからなみたいなでも日本でもさ、車がないと生活できない、例えば田舎に住んでたとしても車での送り迎えってしないの？日本の学生は自転車とかですんのかな。それともさすがに田舎に住んでる学生さんは車で送り迎えしてもらうの？山に住んでる人とか車だと、でも確かにやっぱさすがにそうか。じゃあ
さすがにそれだったら車で送り迎えしてもらうんかな。でも公共交通機関の方がやっぱメジャーなのかな。なんか超バス一本も通ってませんとかっていうなんかよくわかんねえとこに住んでない限りは基本公共交通機関なのかな。アメリカ行ってみたい。住むのは怖いけどやっぱ言語が喋れないと難しいよね。言語が喋れなくても家族とかがすでに住んでるんだったらいいかもしれないけど、全く知り合いなしで英語も喋れないでアメリカに住みに来るとか他の国に住みに行くっていうのはちょっとね、かなり度胸がないと難しいよね。親によるのか。Among Us? Among Us? Welcome, hello, hello. そう、なんかど田舎ですが小学校と中学校は近くにあった。そっか、ど田舎でもやっぱ学校はちゃんと近くに行ける距離である方が多いのかな。親にもよるかもしんないけど、確かにバスも電車もなくてかなり遠くて親が運転できればですよね。ねえ、大変だ。それで考えるとアメリカの子供たちは楽してるなーって思っちゃいそうだよね、みんなね。だって高校卒業まで車で送り迎えしてもらってて、車で高校卒業まで。でもね、高校最後の年は車を持ってるお友達ができてたから、たまに友達に送り迎えしてもらってた。でも1年の中でのなんか 5% ぐらいの量だから、ほとんどずっとお母さんが送り迎えして、たまにお父さんだけど、お父さんはちょっと仕事に行く時間が早すぎるからお父さんに連れてってもらうと学校に誰一人もいない時間帯の寒い時間帯になっちゃうから、お母さんだな。日本の大学生みたいなことをしてる。日本の大学生そんな感じなの？ So what's this stream about? This stream, we're just chatting, we're just yapping random stuff. Right now we're talking about the difference between American students and Japanese students on how we go to school and stuff. Because I lived in an area where we didn't have school buses, so my mom would take me to school every morning and pick me up. But in Japan, most students either walk to school or ride their bikes or use public transportation. 高校は原付バイク OK だったらすぐ免許取ります。原付バイクかっこいい。バイクかっこいいよね。でもバイク危ないけどね。かっこいいけど同じぐらい危ないからちょっと難しい。怖い。のびの場合どんくさいからなんかすぐ事故りそうとかなんかこけたりしそう。かっこいいよな。でもダメなとこの方がやっぱ多いのか。ちょっとね危なそうだからな。でもなんかたまに日本行くとなんかすごい多分お嬢様とかお坊ちゃま学校に通ってるんだろうなっていう制服の小学生が電車で一人に乗ってる時見ると、うわすごい、のびが同じ年の時なんて一人でどこにも行けなかったのにってよく思う。偉いな、今から塾とかどっかに行くのかなとか、この時間だから塾なのかなとか、家帰ろうとしてんのかなで可愛いじゃん制服。特に男の子のああいう制服可愛いんだよね。なんかさ、半ズボンの長さがさ、年以外では絶対履かないような半ズボンの長さじゃん。あれがまた可愛いんだよね。たまに中途半端ななんか太ももの真ん中ぐらいの長さの半ズボンのこと言ってんだけど、たまになんか変なおじさんが変なおじさん履いてるけど、なんかあんまり見ない。大人になったらその長さの半ズボン履いてる男の人見ない。でもやっぱ男の子のそういう小学生の男の子だったらまだ許されるみたいな。可愛いよね。いや、女の子も可愛いんだけど、なんか男の子の方がなんか年だからこそ着るような服じゃん。女の子はさ、なんか全然大人になってもさ、セーラー服とかなんか制服っぽいお洋服とか着たりするけど、男の子はもう年以外では絶対着ないじゃん多分。ねえ、小学生で一人で電車通学すごいよ。すごいよ。偉すぎる。なんかのっぴが何年生だったのかなあれ多分。高校生か中学生ちょっと忘れちゃったけど、
に日本に冬にね家族で行った時に、弟がでも弟がもうなんかこう記憶がちゃんと残ってるような年だったから、小学生だったのかな、弟がぐらいの時に日本に行ったのね。それが、もちろん子供の赤ちゃんの頃とか弟も日本に何回か行ってるけど、こうちゃんとこう自我を持ってアニメとか漫画が好きだから、わ、日本行くの楽しみ、嬉しい、日本行ったらこんなことするぞとかっていう、そういう気持ちを芽生えた頃に日本に行った時に満員電車に乗ったのね。でのびも結構久しぶりだったの、日本行くの多分3、4年ぶりとかだったから、やっぱ日本に対してのこの憧れがいっぱい膨れ上がってる時期に2人とも日本に行けたから、もうすごいテンション上がってたの。だからで日本も漫画とかアニメとかバラエティ番組とかドラマとかでしか知らない世界だから、こう何をしても嬉しい時期だったのね。で満員電車に乗ったの。で満員電車ね、今だったらもう嫌だけど、あの頃はわ、電車に乗るの楽しみで、それも満員電車、わ、すごいアニメ見たいみたいな感じのテンションで電車乗ってて、でもガチの満員電車だったわけね。ちょっと肩が当たるぐらいの満員電車とかじゃなくて、もう背中と背中がくっつくぐらいのレベルの満員電車だったの。普通だったらうわって思うじゃん。でものびと弟はもう嬉しくてキャピキャピでぎゅうぎゅうに挟まれて、弟がもう何センチなんだろうあれ、もうまだ小学生ぐらいだからさ、ちっちゃいわけで、ぎゅうぎゅうになって、で周りサラリーマンのおじさんに囲まれておしくらまんじゅうされてるのに、もうニッコニコで頭だけがおじさんたちの背中から出てきてて、なんかもう頭だけのなんか生き物みたいになってて、でもそれでもう満面の笑みを満面の笑みでおじさんにおしくらまんじゅうされてる弟の写真があるんだけど、今思うと電車の中で写真撮るのもちょっとマナー違反だと思うんだけど、そんなこと分かってない学生ののびは弟がもうニッコニコしてるから写真をねパシャって撮ったものがね最近出てきて、ね、笑っちゃったよね。満員電車でこんな笑顔の人なかなかいねえよってちゃんとね写真はね弟の顔となんだサラリーマンたちの背中しか写ってないから、弟以外の顔何一つ入ってないんだけど真っ黒なスーツとかコート着てるおじさんたちの背中にもう綺麗に囲まれた小学生の顔めっちゃおもろいんだよね。いやーみんなに見せたい、もう超いい笑顔なんだこれ。本当に満員電車に乗ってる人のできる表情なのってぐらいのね、もう純粋無垢な写真でめっちゃ面白いのそれが再現でできて笑っちゃったよね。やっぱでもね、日本に憧れてる人たちはね、満員電車でもあんだけニコニコできるんだよ。お花ピンワーカムワーカム。のぴ先生、日本で電車乗ると切符、いやもうスイカだよ。もうでものぴはパスモ派です。別に歯とかじゃないんだけど、なんか初めてもらったこの電車のカードがパスモだったからずっとそれ使ってるだけなんだけど、パスモです。切符はね使ったことあるけど、なんか親とかが全部やってくれたから自分で切符買ったことないから、今から自分で切符買って電車乗ってって言われたらちょっと無理かもちょっと無理かも。多分ねほんと1週間ぐらいしか日本に行かないっていう観光客でさえもう切符なんて買おうとしないから、みんなパスモとかスイカ買っちゃうと思う、その短期間の中でも。でもそれぐらい切符ってやっぱ乗り慣れてない人にとったらすごい複雑だから、もうパスモとかスイカとかですよね。なんなら最近なんてさ iPhone、Android もそうなのかな、 iPhone 持ってたらさ携帯に入れられちゃうじゃん。でその上ですよ Apple Watch 持ってたら Apple Watch に入れてピッってやっちゃえばいいんですよ。便利すぎる。それを使わないわけないよね。切符よくなくしちゃうしね。
なくしたら怖いよねいやもう便利な時代になりましたよね、本当に。ねえ。アップルウォッチのびもなんだ去年ぐらいからデビューしたけど、だから去年日本に行った時に使ったけど、はっ何これ携帯出さなくていいってもう神って思ったよね。都会だと目的地の金額探すだけ一苦労ね。なんか今の時代さ、観光客とかじゃない限りさ、切符使ってる人っているんかな。いなそうだよね、なかなかね。いたらなんでって思ったりするけど、なんかこうパスモとかスイカ大嫌いなんですとかっていう過激派じゃない限りは絶対切符使ってる人の方がレアだよね。本当に。でもね、あの写真はねもう一生保存するものですよ、本当に。だから日本に住んでる友達とかにたまに見せるんだよ。その弟が満員電車のおじさんに囲まれて顔だけ出してニッコニコの写真、みんな笑ってくれるからねあ、使ってるの領収書のために。でもパスモとかもさ、一応さ領収書までじゃないけど、なんかいつどこでいくら使ったかがさ、ネットで確認できるじゃん。あれじゃダメなの？領収書じゃなきゃダメなの？ごきげんよう。パスケース忘れて切符買うときある。うわ、もうスマホに入れなさい、スマホに切符を通す時の音が好きでパスも使い始めた時ちょっと切ない。まあそれはわかるかもしんないな。それはわかる。旅行先だと普段使ってる IC が使えなくてっていう親が、地域によって使えない IC カードあるの？そんなのあるの？なんか全国で使えると思ってた。会社に提出するためにそんなのあるの？わー、大変だね。ネットでさパスモとかのさ使ってるさ利用歴みたいなやつ確認できるじゃん。それじゃダメなんだね。田舎はまだ見たいようなところあるんだ。のびまだそこまで田舎そこまで田舎にまだ行ったことないから知らなかった。そうなんだ。もう電車はさ全国日本をさ当たり前にみんな使ってるから、そこはもうさすがにみんなアップデートしてるのかと思ったらそんなことないんだね。すごい。高知使えないんだ。そうなんだ。ちょっと不便もうそろそろもう令和だよ。そろそろできるようにしてくれてもいいのにね。今もスマホに入れた便利さから離れないね。田舎って言ったねっていやでも田舎だからこそのいいところもあるんでね。田舎ってやっぱりね今田舎って空気がいいしって言おうと思ったらさ、他になんかこの間ツイッターかなんかで流れてきたのは、田舎が空気がいいんじゃなくて関東が空気汚いだけだよっていうのをどっかで見て、確かにそうなのかもしれないと思って田舎の空気が普通で都会の空気が普通じゃない多分そっちだよねいやでもしばらく、いやでも去年行ったから高知1日だけ。1日じゃないわ、半日だけ高知に行ったけど、それ以外しばらくちょっと田舎に行ってないな。なんか田舎の定義は難しいよね。なんかお友達にのぴのばあちゃんが住んでるところ田舎だよって言われたけど、でもなんか田舎のレベルで言ったら全然都会なんじゃないのって思ったりするんだけど。おはようございます。 Good morning, welcome。 みんな言うんだ、空気がいいって。そう違う、空気がいいんじゃなくておめえが来たとこが空気汚ねえんだよっていうね田舎出てからアレルギー出るようになった。うわ怖い。それは怖い。やばー。でもそうだよね、出そうだよね、体質的に。そう敏感な人は。今だとほぼ使えるけど、昔は運営元の関係で使えないとか多かった。そうなんだ。スイカマナカ初めて聞いた。イコカはわかる。早川県っていう名前のもあんの初めて聞いた。
スイカパスもイコカは聞いたことあった。それ以外はちょっと知らないや。人より動物が多いところが田舎。あー、じゃあうちのおばあちゃんち全然田舎じゃねえや。なんか地域のアナウンスで迷子の何々さんとかっていうおじいちゃんおばあちゃんが迷子になったらアナウンスが流れるところは田舎だよって言われたことがあって、あ、じゃあうちのおばあちゃんち田舎じゃんって思ったけど、でもなんだ、東京からまあちょっと行くのは大変だけど、全然なんかね、遊びに行こうと思ったら行ける距離だから、なんかそんなに田舎じゃないかも。まあ少なくとも高知とかそこら辺と比べたら全然田舎じゃないけどな。ピタパってやつもある。へえ、そんなにあったんだ。そんなにあったのね。そんな放送初めて聞いた。嘘でしょ嘘でしょ。うちのばあちゃんち今では、まあ、毎日じゃないけど定期的に流れてるよ。なんか迷子の何々さんとか言って、で明らかに最近の子供の名前じゃないから、なんか昭和っぽい名前だからさ、あ、どっかのおじいちゃんかおばあちゃんが迷子になっちゃったのかなーって名前が昭和ってちょっとひどいかもしれない言い方。いやでもそうだね、最近の名前にしてはちょっと古風な名前だなって都会も鳥の方が多そう。確かに。あ、日本のカラスはでかいし怖い。日本のカラスはマジでなんかでかいし怖いし、あとうるさい。日本のカラス超うるさい。行方不明の放送あるよね、あるよね。私は人生の迷子です人生の迷子。いやー、そう。でもなんか日本らしいなって思うよね。アメリカなんか絶対そんな放送流れたってもう一部のエリアにしか聞こえないし、聞いたとってみんな何とも思わないかもしれない。アメリカは代わりに超怖いのが、もう全国民の携帯スマホにAmber Alert っていう怖い音、多分日本のなんか地震のなった時の音みたいな感じの感覚なんだけど、携帯がいきなりブリーとかって鳴り始めて、でその通知に Amber Alert っていうのがなんか行方不明とか、それこそ Amber、行方不明じゃなくてなんだっけ、 What's kidnapping in Japanese、 誘拐とかも誘拐の告知みたいなの通知みたいなの入ったりするんだけど、それが怖いね。だから町内放送とかじゃなくて代わりに携帯で来る。そうそういうのもね、やっぱ国の違いが出て、まあ面白いって言い方あれだけど、まあ面白いよね。なんか違いを比べるとね。いやー、まあそろそろ2時間経ったんじゃね？どうまだ？ちょっと待って、今見よう。あ、2時間経ったんじゃない？2時間経ったよね、これね、さすがにね。だって2時半に始めたから3時半、4時半。経ったわ、2時間。2時間経ったってことは、ダブルビンゴちょっと配信を2時間するっていうのはちょっと緩すぎる条件かな。でもそれぐらい心配だったんだ。今日ビンゴ達成しないんじゃないかと思ってそれぐらいちょっと心配だったんだ。どうなるかわからなかったからやだーということでね、今日ねちょっとねお昼からまた配信がありますので、今日はこの辺で終わりたいかなと思います。なので、次の配信の告知をすると、ちょっと待ってくださいね。みんなね、ビンゴの協力ありがとうございました。で、カウントしてなかったけど、チャンネル登録者もね、増えてます。ありがとうございます。多分、98ぐらいから、15人ぐらい増えてるんじゃないかな。嬉しい。ありがとうございます。チャンネル登録してくださった方々。初見さんもね、たくさん来てくれてて嬉しかったです。ありがとうございます。
明日もね、同じ時間帯にやろうと思ってますので。オッケーオッケー。なので、明日も同じ時間帯に似たような、もうちょっと条件をね、厳しくして変えたようなものをやろうと思ってますので、ぜひね、応援、遊びに来れる方、遊びに来てくれると嬉しいです。I'll be doing a similar stream again tomorrow at the same time, but with a bit more harder goals and different type of goals. So hopefully it'll be a little harder, but also not too hard. So yes, hopefully you guys can come and stop by and root for me tomorrow as well. はい。じゃあ明日の告知の話をすると、明日じゃないわ、今日の配信ですね、間違えた。今日の配信の告知をしますとですね、ピン止めしてるね、固定コメントにも書いてますが、今日の12時から新しいメンバーシップスタンプのね、お披露目配信をするんです。そう、間違えた。消えちゃった。なんで消えちゃった。これか。OK。So yes, I will be revealing some new emotes today in our stream later. お披露目するんですが、そんな簡単にお披露目してもね、つまんないなと思ったので、気になっていた8番出口のね、新異変。一番最初に、初めに8番出口が出た頃にはね、もうすでにやってるんですけど、アップデートの方やってないので、無事に8番出口を脱出できるまで新スタンプを広めてきませんという感じでね、やっていきたいと思ってます。まあね、最初のね、初めて8番出口やった時も結構ね、スルッと達成できたので、今回もね、そんなに時間かからないのではないかと思ってはいるんですが、まあまあどうなるやらと。1回クリアごとに1個厳しすぎるやろ。5回もやるってことか。ちょっとそれはきつくね。それはきついやろ。何時間配信することになるんだよ。ということで、まあね、5個ね、新しいスタンプを、依頼させてもらったので、とっても可愛いので、ぜひね、楽しみにしててください。で、それにね、合わせて、スタンプだけをね、使うね、メンバーシッププランもありますので、ぜひ、新しいスタンプ使いたい方、ぜひ、それまでに、メンバーシップ加入しててくれると嬉しいです。で、そしてね、配信の最後にね、お披露目した後の最後に、明日から始める、誕生日に合わせてやる企画のね、詳細とかも出そうかなと思ってますので、そちらも、待っててくれると嬉しいです。はい。So yes, so I'll be revealing my new emotes, but I can only do it until I safely escape from exit 8. It won't be that easy. So yes, and then at the end of the stream, I'll also be sharing details of my membathon for my birthday this year. So yeah, so lots of mini announcements today. 今日の12時からですね。日本時間だったらお昼の12時からです。なので、あと、3時間ちょっとぐらいかな。なので、来れる方は遊びに来てくれると嬉しいです。So yes, that's tonight from 8 p.m. Pacific, 11 p.m. Eastern. So that's in about 3.5 hours or so. So yes, I'll see you guys very, very soon. で、今日の配信来れないよって人はね、10月27日の夜22時に、のびのね、誕生日カウントダウンがあります。まあね、ちょっといろいろ時差のせいでね、あまり配信来れないよって人多分いると思うんですが、もしね、1個しか選べないよって人はそっちの方に一番来てくれると嬉しいです。これですね。はい。誕生日、こっちにね、告知いっぱい出してお披露目する予定なので、とつまっちプラスカウントダウンで告知をしますので、まあね、のびのことを、長く応援してくれ、なんでまた変わるの？長く応援してくれてる方は、まあ大体どういう系が来るのであろうか、予想はちょっとつくかもしれませんが、まあ1年に1回しかしないことなので、お祝いしに来てくれるととても嬉しいでございます。
はーい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。みんないっぱい、挨拶しに来てくれたり、一緒におしゃべりしてくれてありがとう。Thank you all very much for coming and yapping with me. Hope I can see you guys later, okay? じゃあ、せっかくなので、レイドできる方いるかちょっと見てみましょうか。いなかったらもう自分の待機場にレイドしようと思うんだけれども。でも意外と配信してる人おるくね。ちょっと見ようか。ちょっと待ってね。ちょいと待ってね。あ、それこそ、配信終わんないよね。OK。のびのね、お誕生日とね、同じ日じゃなかったっけ？同じ日か、ほぼ1日違いぐらいのね、お誕生日がある。V 所属のカンラデイギーちゃんが今ポケモンやってるんでね、遊びに行きましょう。で、確かデイちゃんのお誕生日もとっても近いので、デイちゃんのね、お誕生日関連のものもね、ぜひ皆さん応援してくれると嬉しいです。お友達のデイティちゃん、レイドしましょう。We're gonna We're gonna go raid Deity. She's playing Pokemon right now, but her birthday I believe is like a day very close to my birthday. So yeah, let's go say hello to her. Okay, hello, welcome. I'm sorry, we're ending the stream for today, but I will be streaming again later tonight at 8 p.m. Pacific, 11 p.m. Eastern. So hope I can see you there. Okay, ということで、if you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、Thank you so much for coming. Have a magical rest of your day, and I will see you guys later. おつのびでした。また後でね。